皆さんどうもこんにちは、パルです。イエイ。はい、というわけで今回のビジュアル系のお話なんですけども、この前曲にまつわる動画を出させてもらったんですね。見てくれた子もいると思うんですけど、その動画ではビジュアル系の曲が似たような感じになりやすい理由とか、どういうことを考えて曲を作ってるのかっていうのをお話しさせてもらいました。そしたらね、曲もそうですけど衣装とかアーシャの感じとか、そういうところも真似してるようなそっくりなバンド多くないですかっていう DM が割と来たんですね。まあコメントにもそういう意見あったんですけど、なので今回はビジュアル系に似たようなバンドが多いのってなんでなんですかの疑問にお答えさせていただきたいと思います。このチャンネルではビジュアル系の様々な疑問にテーマを当ててお話をしてってるんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ちなみになんですけど、パルが動画を作るときはみんなのコメントだったり DM をかなり参考にさせてもらってます。それをパルなりに噛み砕いて、みんなが楽しめそうなテーマに置き換えて動画を作らせてもらってます。本命とのツーショットはもじもじしろっていう動画があるんですけど、これなんかはツーショットの時に挙動不審でかなりヤバいやつになってるんですけど大丈夫でしょうかとか、そんな質問からこの動画が生まれました。みんなのコメントとか DM で面白い動画になるきっかけとかひらめきをたくさんいただいてますんで、どうか気軽にコメントしてやってください。ですいません、ちょっと余談長くなっちゃったんですけど、とあるバンドの衣装とかアーシャがすごく似通ってて、時々違和感というか憤りを感じるんですけど、どうお考えですかっていう、中にはややおこな方もいらっしゃったんで、割とガチな事情でこういった原因にお答えすると、ビジュアル系の世界って上から下まで意外と狭い世間だったりするんですよ。例えばよくわからないドマイナーバンドが私の本命バンドの衣装とかアーシャの雰囲気を真似てて嫌なんだけどとかって思うバンギャさんもいると思うんですけど、そもそもの話、その2バンド、衣装屋さんもカメラマンも同じ人が担当してたりするってこともあります。つまり裏方で制作に関わっている人が同じっていうパターンです。これ意外にあったりするんですよ。なんならメイクさんも同じ人だったりしますからね。バンド自体の事務所は違くても制作で携わっている業者さんが同じっていうのビジュアル系あるあるです。なんならバンド同士でいいカメラマンさんいないとか業者さんを紹介し合ってますからね。ビジュアル系の制作の現場って明らかにカメラマンさんとかメイクさんとかが足りなくて、割と取り合いになってるレベルです。この業界って結構少ない人数で裏側が回ってたりするんですよ。あとは制作であるあるなのが、撮影のスタジオとかロケ地が同じっていうやつ。アーシャ見てこのバンドとこのバンド撮影してる場所同じじゃないってなった経験ありませんか？これはね、ある程度ね、ロケ地もパターン化してきてるっていう事情もありますね。それはビジュアル系に限らず他の業界でも起きていることなんで、決してビジュアル系がっていうわけではないです。それが嫌で自分たち独自でロケ地を探してるっていうバンドもいます。あと撮影場所はバンド側がハウススタジオを抑えるっていうパターンもあれば、カメラマンに事前に相談しておすすめのところを教えてもらって決めたりとか、バンド側が全部決めないである程度お任せするっていうパターンもマイナーバンドだったらあったりします。実際パルがバンドをやってた時、カメラマンさんから紹介されたスタジオを使った経験があります。でそのスタジオが知名度あるバンドさんと被ってるっていう可能性もゼロじゃないですよね。タイミング悪いと同時期に同じ場所で撮ったアーシャがそれぞれ公開されちゃうみたいな、そのタイミングで被るみたいなね。まあだとしても大半のバンドは同じところだっていうぐらいで大して気にしてないか、下手したら本当に気づいてない可能性もあります。パルはまだ他のバンドが一回も使ってなかったハウススタジオを見つけて、そこでアーシャ撮りましたけど、やっぱりその後続々と他のバンドもそこでアーシャを撮り始めて、もはや全然個性的じゃなくなっちゃって残念な気持ちになったことがあります。まあ
そんなもんなんですよね。半年に1回ぐらいアーシャって変わるじゃないですか、リリースとかあって。だからいちいち気にしてられないっていう現実もあります。つまり裏方で関わる人がそもそも一緒であれば、デザインの発案とかスタイリング、あとはアーシャの構図も似てくる可能性が高いです。そもそもビジュアル系っていうジャンルの表現技法がある程度確立されてきてるので、似やすい部分っていうのはどうしてもあります。あとは売れてるバンドを模範にするバンドが多いっていうのも事実ですね。偶然似てたっていうケースもあれば、本気で真似っていうかパクリ気味だっていうケースもあります。もう本当に憧れっていうか、真似してる感じ。そのパターンであればもう業者がうんぬんっていう話ではなくなっちゃいますけどね。ファン心理的にはって感じの部分もあるかもしれないんですけど、真似される側はそこまで悪い気がしてない可能性もあります。真似されるようになって一丁前っていうところはありますからね。実際周りからこのバンドにパルさんいるよっていう風に言われて、アーシャ見たら、本当だ、俺がいるっていう風になったこともありました。あとは直接パルさんに憧れていろいろ真似しちゃってますっていう風に言われたこともありますけど、普通にニヤつきましたけどね。言ってバンドマンって承認欲求強いからリスペクトしてるって言われて悪い気する人はそこまでいないと思います。多分ですけど、バンド側はバンギャが思ってるほど双方が気にしてないです。真似されるくらいの魅力がある世界観なんだっていう風に前向きに捉えてればいいんじゃないでしょうか。何事もね、リスペクトとか真似っていうところから入って、そこからは各々が努力をして独自で自分たちの世界観を作っていけばいいんじゃないかなとパルは考えます。今でこそ有名なバンドも昔は〇〇のパクリだとかっていろいろ言われてましたからね。おおらかな心でビジュアル系と向き合ってもらえたら幸いです。へえ、そういう事情もあったんですねとか、見たよの足跡のコメントお待ちしております。高評価とチャンネル登録、あとは Twitter のフォローもパルが喜びますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、というわけで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイチャー。